こんにちは、山下夏美です。今回は平塚ビーチパークの波サイズが上がった日のスカーフィン映像をまとめていったんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。なかなかね、癖の強い2日間の映像となってるんですが、平塚、こういう癖強い波結構あるんでね、なんかその辺参考になればいいかなっていうふうに思います。早速これ1本目かな。これはね、かなり良かったやつですね。再生波うまく捕まえて、結構ロングライドできたやつで。これうまくいったやつですね、かなり。これね、レフト行ってもよかったんですけど、この日は、ちょっとライトの方の再生を狙った方が、ワンチャンいいライディングできるっていうポテンシャルがあったんで、その狙いでやっていってます。で、最後スピナー。これかなりいいと思います。やっぱこの平塚はね、意外と再生波とかが出やすいというか、あとはブレイク早そうだけど、後から追いつけたりとか、そのまま波が消えちゃうこともあるんだけど、そういう狙いができるんでね。良くも悪くもそこは、平塚らしい波かなっていうふうに思います。さあテイクオフして、ここから波の前に出て、そのまま、これはコンプリートかな。さっきから波がもうブレイクしてきちゃったから、ちょっと何もできない感じでしたね。実際ならね、ここから再生波が来たりとかもするんだけど、この波はちょっと、スープになっちゃいましたね、そのまま。いい時とかだと、意外とインサイドまでつなげられたりとかはあるんだけど、意外と諦めなかったらそう乗れたりはしますね。これはちょっともうブレイクが分厚いかな、さすがに。そしてこのレフトちょっとブレイク早いけど、一応ワンアクション入ってますね。ここからテイクオフして、でここでワンアクション。あとはこういうサイズある日はね、流れがきついから、平塚は必ずこっちのテトラの方向まで回ってゲットアウトするっていう風にします。これちょっと波分厚いけど、一応テイクオフができたけど、さすがに難しい波ですね、これは。もうちょい先行けそうだったけど、さすがにパンプが捕まりましたね。さあこのレフトはいいとこだけど、ちょっと先がちっちゃいね。これは多分テイクオフでスピードつきすぎちゃって、パワーが一番いいあるポジションから外れちゃった感じかな。これはちょっとテイクオフできないね。風が入り始めるとこんな感じでテイクオフしづらくなったりとか、たまにしやすくなる時もあるんだけど、基本しづらくなる時の方が多いかな。波が途中で消えやすくなったりとかもあるし。さあテイクオフして、さあこれ2枚波重なった。で当て込んでレイバック。今一瞬耐えてましたね、まだ。最後起き上がる瞬間に多分板外れちゃったかな。もったいない。結構いい耐えだと思ったんですけどね。あそこ耐えられたらよかったですね。でここからちょっと映像変わりまして、平塚のこれもサイズアップした日なんですけど、ダンパーチックなレフトの波を狙ってる日となります。たまにあるんですよね、このサイズ上がった時に異様にブレイクが早い時とか。この波がね結構、厄介というかやりづらい時はありますね。これは比較的続きそうだけど、でもそれでも早いか、これは。
結構ポジション取りが大変ですね、こういう時は。どこで待っていいかがわかんない。さあ、これはちょっとロングライド少しできたかな。お気持ち程度ですが。なかなか板が落としづらいけど、ここで一応テイクオフ。ちょっとスピードが今、あんま出なかったかな。こんな感じでちょっと速いので、実際、これの前に出たい感じですよね。特にスキムの板だったら、そのままチューブコンプリートでもいいので、目いっぱい加速させて前出ちゃうっていうのも、まあ一つの選択肢にはなるかな。えぐいくらいが出してます。こういうダンパーナー見るときはね、正直言って、だいぶ僕もやり慣れてるっていうか、よくある波なので、あれなんですけど、本当にこういう日はね、ダンパーしかないので、なかなか、切れ目を難しい。切れ目を取るのは難しいかなって感じで。今みたいにワンアクション入れば十分かなっていうふうに思います。基本そういう時はそう、ワンアクション狙いで、うまく合わせられたらいいのかなっていう感じだと思います。こういうとこはワンアクションかける前に波がブレイクしちゃったから、どうしようもないなっちゃったね。これ結構ポジション良さそうだな。テイクオフがちょっと遅かった。けど、これはまだ前にワンチャン出れそうですね。やっぱテイクオフスピードがあるかないかでも結構乗れるか乗れないかは大きな差になりますね。特に僕みたいなスキムの板でサーフィンする人はね、いかに早くテイクオフできるかでだいぶ乗れ具合が変わっちゃうんで、だいぶいつも必死になってパドルしてます。なかなか技術的に難しいけど、頑張ってその辺はね、僕の板なら早くテイクオフして狙っていくしかないかなっていう感じです。平塚ダンパーはかなり難しい波ではあるかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。